おふくろ、話がある。リビングに来い。顎でしゃくるようにして、私、ひろみを呼ぶ息子のトーマ。以前ならば、親に対してなんて口の利き方をと叱っていただろう。だが、今の私には、そんなこと、どうでもよかった。しぶしぶと、言われた通りにリビングへ足を踏み入れる。そこには息子の他に嫁のゆきさんがいた。最初の怯えるような態度は鳴りを潜め、陰湿な笑みを浮かべて私の到来を待っていた。話って一体何かしら。ろくな話ではないのだろう。夫婦と向かい合うように座ると、待っていましたと言わんばかりにゆきさんが口を開いた。お母さん、昨日かなとから連絡があって、子供が生まれるそうですよ。それで今度奥さんと一緒にここへ帰ってくるって。あら、そうなの。よかったわね。そう、かなとくんがお父さんに。思わず顔がほころんでしまった。以前はロボットのように感情が欠落していた孫もとうとう父になったのだ。結婚したと聞いた時ももちろん本当の孫のことのように嬉しかった。かなとくんがお父さんか。ということはもう頃合いなのかしら。そう、それはあの日、お父さんが亡くなってトーマ夫婦との関係に悪い意味で変化が訪れた日のこと。心に誓っていた時がようやく巡ってきたのだ。そんな私の心境を知らず、ゆきさんが陰湿な笑みを深くし、当たり前のように告げる。というわけなんです、お母さん。これからは家族水入らずで暮らすので、用済み家政婦は出て行ってもらえますか？まさか向こうから言ってくれるなんて。余計な手間をかけずに済んだと、思わず口元が緩みそうになる。いいわよ。もうあなたたちと無理して同居する理由がなくなりましたからね。てっきり私がごねたり怒ったりすると思っていたのだろう。あっさりと引き下がった態度にトーマたちは面食らい、言葉を失った。いいのかよおふくろ。ここ出て行って行くあてあるのか？行くあてはありません。ですが先ほど言った通り、あなたたちと無理して同居する理由はなくなりました。新しい住居はこれからどうとでもなります。あなたたちが心配する必要はありません。これで話は終わりだと立ち上がる。心は年がいもなくワクワクとしている。ようやくこの腹立たしい日常から解放されるのだ。先が見えない不安はあるが、きっとなんとかなるだろう。そんな時だった。おばあちゃんが出ていく必要はないよ。出ていくのはあんたら二人だ。お父さん、今日はいい天気ですよ。窓を開けますね。私、ひろみは春の穏やかな日差しが差し込む窓をそっと開いた。寒かったら言ってくださいと寝たきりの夫、あきろに声をかける。そうすれば、お父さんはその優しげな顔に茶目っ気めいた色を浮かべた。いつもすまないね。それは言わないお約束でしょ。たく。今時の時代劇でも聞かないような、もはやコントの世界でしか聞かないやりとりに思わず苦笑する。ふわりと入り込んでくる優しい春風、そして寝たきりという状態にもかかわらずユーモアを忘れないお父さんの心遣いに胸がぽっと温かくなった。近くの学校に通っている子たちだろうか、春風に乗って
キャッキャと子供たちの笑い声が聞こえる。そんな声に耳を澄ませ、お父さんは優しげに、しかし自分には手の届かない尊いものでも見るかのように目を細めた。子供の声はいいね。それだけで新しいおもちゃへの企画案が湧いてくるようだよ。そうですか。お父さんのことですから、きっとまた素敵なものを思いつきますよ。これは寝たきりの夫に対する世辞でも何でもない。おもちゃ屋の社長として彼が生み出した商品は始終メディアも引っ張りだこな有名おもちゃとまでは残念ながらいかないものの、それでも細く長く子供たちに愛されるものばかり。そういった実績を持つ人だからこそ出た心からの言葉だった。ありがとう。母さんに聞いてもらえるなんて、僕は世界一の幸せ者だよ。早速だけど一つ語ってもよろしいかな。もう大げさすぎますよ。話でしたらいつだって聞きますから。今日はもうすぐに済ませなくてはいけない家事は終えている。だから傍らの椅子に腰を下ろし、サイドテーブルに置いていたメモを広げた。そこに記載されているのは私の拙い文字や設計図。お父さんの話を聞いて、しかし動けない彼の代わりに私がメモをした新しいおもちゃの草案たちだ。さて、今日はどんなお話を聞かせてくれるんですか？そう尋ねれば、お父さんはうおほんと本当に物語を紡ぐ語り部のように一つ仰々しい咳払いをした。そうだね。では今日はこんなものはいかがかな。そうして紡ぎ出されたのはおもちゃの企画案でありながら、どこかワクワクする物語のようで、私は童心に帰ったかのように胸をときめかせながら耳を傾け、時に必死にメモを取ってお父さんへ確認し、二人で笑い合った。先の見えない在宅介護、寝たきりになったお父さんの介助、そんな気がめいり、一歩間違えれば過ちを犯しかねないうつうつとした日々の中で、彼とのこうした時間は何よりも救いだった。これにて話はおしまい。トッピンパラリのピ。そういえばもうすぐだったか、トーマが帰ってくるのは。いつものように話を締めくくると、先ほどとは打って変わって少し暗い表情になる。トウマ、それは上京して家を出た私たち夫婦の一人息子の名前。最近は忙しかったのか連絡らしい連絡が来なかったのだが、先日久しぶりに連絡が来たのだ。しかもそれが先日結婚して実家付近の職場に転職したから同居したいという報告付きなのだから、なおのこと面食らったのを覚えている。私も最初は申し訳ないが断らせてもらうつもりだった。お父さんの介護に初めて顔を合わせるお嫁さんとの同居、負担が増えるのは目に見えていた。だが親父のことはユキ、嫁さんも重々承知の上だ。もちろん俺もユキも家にいる間は親父の介護とか、あとは家事とかを手伝わせてもらう。だから頼むおふくろと言われてしまったのだ。正直3人暮らしでも余裕がある広さの家を一人で、しかもお父さんの介護を行いながら何とかしようとするのは大変ではある。お手伝いさんやヘルパーさんを雇うという選択肢も残された貯金を加味した上であった。しかし
赤の他人を家にあげることに抵抗があって、結局一人で抱え込んでしまったというのが現状だ。トーマからの申し出は申し訳ないのと同時にありがたくもあった。お父さんとも相談した結果、その条件なら息子夫婦との同居を承諾したのだ。それにしても、結婚したならしたで両親への挨拶くらいあってもよかったんじゃないかな。最近の子はきっとそうなんですよ。それにほら、トーマの家からここまで来るのにちょっとした小旅行の距離があるじゃないですか。それもあるんじゃないですか。そう言ってなだめてみても、息子が知らぬうちに一家の大黒柱になっていたことがショックなのだろう。顔にありありと納得できぬと書いてあった。それにしたってだな。あんまり口うるさくしてるとお嫁さんやトーマに嫌われてしまいますよ。冗談半分で告げればしぶしぶ納得してくれたらしい。それ以上苦言を呈することはなかった。確かにお父さんの意見にも一理ある。私たちの時代は必ずお互いの家に挨拶に伺い、その後両家顔合わせを行ってからの入籍という流れが一般的だった。先ほど最近の子はとお父さんに言って聞かせてみたものの、入籍前に電話や手紙で報告があってもよかったのではと思う気持ちがあったのも事実だ。きっとトーマたちにも事情があるんでしょう。そう、きっと事情があったはずだ。そう自分にも言い聞かせて、わずかに芽生えた嫌な予感を振り払う。その予感が実現するとは思いもせずに。そうこうしているうちに、あっという間に息子夫婦と同居する日がやってきた。荷物に関しては事前に宅配便等で届いていて、すでに搬入済み。トーマから到着時間も事前に聞いていて、そろそろ帝国を迎えようとしていた。なあ、母さん、変なところはないかい？車椅子に乗っているお父さんが何度目かの問いかけをしてくる。やはり初めが肝心ということもあって、自分も息子夫婦を玄関で迎えたいと言ってきたのだ。もともと病院へ通院するために用意した車椅子もあり、お父さんが病気で寝たきりになって以降、家の中をバリアフリー仕様にリフォームしたこともあって、それ自体は苦でも何でもなかった。いつもの介護をしやすい服ではなく、ちょっとしたおしゃれ着を着せる介助は少し骨が折れたが、大丈夫ですよ。いつも通りかっこいいお父さんです。これも何度も返した回答。決して投げやりや適当なことを言っているのではなく、心の底から思っていることだ。そしてこれまた何度も取り出した手鏡をお父さんに向け、全身くまなく見えるように動かした。それで安心したのか、お父さんは満足げな表情。だがしばらくするとまた不安になったのだろう。母さんと口を開きかけた瞬間だった。ただいま、おふくろ、親父。扉の開錠音の直後に扉が開き、遅れて懐かしい声が玄関に響く。上京すると言って出て行ったあの日より少し大人びたトーマが姿を現した。そして彼の後ろからは二人の人影が。はじめまして、お母さん、お父さん。ご挨拶が遅くなりましたが、トーマさんの妻のユキになります。こっちは息子のカナトです。これからどうぞよろしくお願いします。深々と礼儀正しく頭を下げるユキさん。そんな彼女の隣に立つカナトと呼ばれた男の子は、
ただその場に立っているだけ。慌ててユキさんは頭を下げさせるが、正直そんなことは気にならなかった。むしろ知らされていなかった孫の存在に私たちは面食らって何の反応もできなかった。息子？誰と誰の？この場合はトーマとユキさんになるのだろう。けれどカノト君はどう見ても幼稚園か保育園に通っている年齢。籍を入れる前に授かった子供だとしても、さすがに大きすぎはしないか？何も言えない私たちの態度を、結婚時の挨拶を飛ばしていきなり同居という話になったことに怒っていると勘違いしたのだろう。ユキさんが慌ててさらに深く頭を下げた。ご挨拶ができなかったのは本当に申し訳ないと思っています。ですが私もバツイチの子持ちでお母さんたちにご挨拶するのに、子持ちということは。そう、カナトはユキと前の旦那の間で生まれた子。けどそれも承知で俺たちは結婚したんだ。カナトだって新しいお父さんがいて嬉しいもんな。そう言ってトーマはカナト君と肩を組むが、当の本人は緊張しているからか、やはり無反応だった。イナ、これは緊張しているというよりも、お人形みたい？そう、じっと虚空を見つめる黒い瞳には何の感情も浮かんでいなかったのだ。見知らぬ人の家にいきなり住むことになって緊張しているというのであれば、もう少し視線が泳いだりためらいの色が浮かぶはず。それがカナト君には一切ないのだ。一体何があったのかしら。そういえばユキさんは今さっきバツイチと話していた。ならば前の父親からひどいことをされていたのでは？いけない、家族になるからって初日でそこまで踏み込んでいいわけじゃないわね。きっとかなりデリケートな問題なのだろう。今根掘り葉掘り聞いてもきっとお互いのためにはならない。むしろこれからの関係性を悪化しかねない。軽く頭を振って気持ちを切り替える。そうだったのね。ごめんなさい。てっきりトーマとユキさんの2人だと思っていたから。けれどカナト君、あなたももちろん歓迎するわ。ねえお父さん。もちろんだよカナト。おじいちゃんは見ての通り体の自由が利かないから、キャッチボールとかそういうのでは遊んであげられないけどたくさんお話はしてあげられるから、いつでもお部屋に遊びにおいで。驚愕から我に返ったのだろう。お父さんも笑顔でカナト君を受け入れてくれた。だがそれでも彼はまるで何事にも関心がないと言わんばかりに虚空を静かに見つめていた。その日から息子家族との同居生活が始まった。私もお父さんもなんとか孫となったカナト君と仲良くしようと努力したが、これがなかなかうまくいかなかった。最初の印象通り彼は人形のようだった。一応食事の時間になればリビングに現れ、目の前に出せば食べてくれる。生理現象にも自分で対応でき、同じ時間に眠っては同じ時間に目を覚まして部屋から出てきた。ただ私たち夫婦だけではなく、自分の両親、ひいては他人に対して心を閉ざして何のリアクションも取ろうとしない。人形というよりもそれはロボットに近かった。本当にあの子の身に何があったのかしら。実はあれ以降ユキさんにカナト君のことを聞けていない。もちろん簡単に踏み込んではいけないデリケートなことというのもあるが、
それよりも何よりもゆきさんの態度が徐々に変わり始めたのだ。いな、ゆきさんだけではない、息子のトウマも同様にだ。最初は申し出通り、二人とも私たちに気を使ってくれて、お父さんの介護や家のことを率先して手伝ってくれた。しかし、その回数は徐々に減っていき、今では言わないと手伝わないという体たらく。いや、言って素直に手伝うならまだ可愛かった。最初は言ったら言ったで、あからさまに嫌そうな表情をしながらしぶしぶ、時には悪態をつきながら手伝うという状況にまでなってしまったのだ。しかもあろうことか、家の手伝いをしないだけではなく、いつの間にかかなとくんの送り迎えや食事の支度も私がやるようになってしまっていた。ここまで関係性が悪くなると、人間やはり疑念の眼差しを向けてしまうのは自然の摂理なのかもしれない。ひょっとしてゆきさんの方に問題が？結婚の挨拶一つなかったのは、彼女曰く、自分がバツイチ子持ちだから敷居が高かったから。当時は確かに納得していたが、こうも徐々にではあるが態度が悪い方に変わっていくと、理由はそれだけではない気がしてきてしまう。と、いけない、憶測だけの色眼鏡で人を見るのは失礼よね。ふるふると頭を振って嫌な憶測を振り払う。少なくともゆきさんの本性が今見せているものだとしても、だからといってかなとくんの件もそれが関係しているという確証はどこにもない。それはそれ、これはこれと割り切り、その日も私は家事に精を出したのだった。同居の話が出た時に芽生え、そして徐々に膨らんでいった私の中の疑念は、最悪な形、最悪なタイミングで現実に現れた。息子夫婦と同居するようになって数年、とうとうお父さんが息を引き取ったのだ。介護から解放されたという気持ちがなかったわけではない。だがそれでもうつうつとしかねなかった日々の中、そうはさせまいと最後まで明るく茶目っ気たっぷりに接してくれた愛しい人が亡くなった喪失感はとても大きかった。大きすぎたせいか、前後の記憶があやふやになるほど、息子や孫の前でみっともなく声を上げて泣いた気もする。しかしいつまでもお父さんの死を嘆いているわけにもいかなかった。喪主として葬儀の手配や関係者への連絡、そういった段取りも行わなければならなかったからだ。正直トーマにも手伝ってもらいたくはあったのだが、頼んでものらりくらりとかわされてしまった。さすがに嫁とはいえ血族ではないゆきさんに頼むのも気が引けたので、結果私が一人で対応することになったのだ。そんな葬儀から数日後、事態はさらに悪化した。以前よりも息子夫婦がだらけた生活をするようになったのだ。食事や掃除といった家事、かなとくんの面倒を筆頭にすべてのことを私がやって当たり前という態度を取り始めた。まるで親父が死んだんだからもう俺たちがやることは何もないと言わんばかりに。そしてそれは実際にそうであった。なあおふくろ、俺たちも立派に親父の介護をしてやったんだ。その分の労働力として親父の遺産をもっと還元するのが筋ってもんだよな。どこで育て方を間違えてしまったのだろう。まるで借金の取り立てのように荒々しく下びた言い方をする息子に思わず頭を抱えてしまう。トーマたちがお父さんの介護を積極的に手伝ったのは同居し始めて数週間の間だけ。その後は私が言わなければ動かなかったり、言っても悪態をついたり、時には乱雑に対応していただけ。
そんな人間にたとえ我が子といえどお父さんの遺産をわずかたりとも渡したくはない。だが悲しきかな、お父さんはしっかりと遺言書を残していた。トーマたちと同居し、約束が徐々に反故にされつつあった時、公正証書遺言という形で交渉人の方に代筆してもらったのを私も覚えている。そこに記載されている内容は、遺産は私に7割、トーマに3割相続するといったものだった。何言ってるの？ちゃんとお父さんの遺言書にも書いてあるでしょ。トーマにもちゃんと分配するって。けど3割っておかしいだろ。俺もユキも親父の面倒は見てたわけなんだし、5割はもらわねえと割が合わないな。一体どの口が面倒を見ていたなど言えるのだろうか。その言葉を飲み込み、さらに食い下がろうとした。しかし、私たちはいいんですよ。このまま遺言書の無効を裁判に持ち込んでも。けど、カナトはどう思うでしょうね。カナト君の名前を出され、ぐっと言葉に詰まってしまう。それを好機と見たのか、さらにユキさんが畳みかけてきた。優しいおばあちゃんと大好きなママが言い争っているのを見て、カナトは一体どれだけ傷つくでしょうね。それにお母さんも遺言書の無効には異議を唱えるみたいですし、裁判は長丁場になるのが必然。そうなると費用もかさむから、きっと私たち家族はろくな生活ができなくなる。ああ、かわいそうなカナト。おばあちゃんが頑固だったせいで、きっと毎日お腹を空かせてひもじい思いをすることになるんでしょうね。まあ、血のつながっていない孫がどうなろうと、お母さんには関係のないことでしょうが。わざとらしく泣き真似をし、ユキさんはこちらの罪悪感を煽ってくる。この腹立たしい夫婦だけであれば、私も徹底的に立ち向かうことができただろう。だが、未だに明確な理由は不明とはいえ、心に傷を負ったかわいそうな孫をこれ以上ひどい目に遭わせるなど到底できなかった。わかったわ。お父さんの遺産は私とトーマで折半。これでいいわね。そうそう。おふくろも最初からそう素直に言ってくれればよかったんだよ。にししと満足そうに笑うトーマ。その腹立たしい顔に一発くれてやりたいのを必死に耐える。そう、これはカナト君のため。カナト君のため。そう必死に言い聞かせて、いろいろなものをぐーっと飲み込んだ。だが、その判断は間違いだった。その日を境に、トーマたちは私にさまざまな理不尽にも思える要求をしてくるようになったのだ。私が少しでも拒否すれば、その度にカナト君のことを持ち出して、血がつながっていないとはいえ、カナト君は私にとって可愛い孫に変わりはない。そんな子にこれ以上心の傷を負わせるわけにはいかないと、大半のことは許し飲み込むしかなかった。そう、時が来るまでの辛抱と己に何度も言い聞かせて、そんな地獄のような生活がどれだけ続いただろう。私の腰ぐらいまでしかなかったカナト君の背は、私をひいてはトーマを追い越すほどに成長し、気がつけば大学卒業、そして結婚して家族を持つ年齢になるほどの歳月が経過していた。それだけお父さんを亡くした後の日々が、カナト君を人質にトーマたちから無理難題を押し付けられる日々が、私にとって無味乾燥としていたのだろう。その日も同じだった。もう感情も摩耗してしまい、息子夫婦に言われるがままに家事へ精を出していた。その最中だった。おふくろ、話がある。
リビングに来い。廊下へ顔を出し、顎でしゃくるようにして私を呼ぶトーマ。以前の私であれば、親に対してなんて口の利き方をと叱り飛ばしていただろう。だが、かなとくんを人質にされ、いいようにこき使われてきた私には、そんな考えが浮かぶほどの気力が残っていなかった。しぶしぶと言われた通りにリビングへ足を踏み入れる。そこにはトーマの他にユキさんがいた。最初のこの家に来た時に見せたおどおどした態度はすでに鳴りを潜め、まるで灰かぶりをいじめるママ母たちのように意地悪で陰湿な笑みを浮かべて私の到来を待っていた。話って一体何かしら。きっとろくな話ではないのだろう。夫婦と向かい合うように座ると、待っていましたと言わんばかりにユキさんが口を開いた。お母さん、昨日カナトから連絡があって、カナトに子供が生まれるそうですよ。それで今度奥さんと一緒にここへ帰ってくるって。あら、そうなの。よかったわね。そう、かなとくんがお父さんに。思わず顔がほころんでしまった。以前はロボットのように感情が欠落していた孫も、とうとう父となる日が来たのだ。結婚したと聞いた時ももちろん嬉しく、しかしトーマ夫婦に妨害されて結婚式に参列できなかったことはとても悔しかった。かなとくんがお父さんか。ということはもう頃合いなのかしら。そう、それはあの日、お父さんが亡くなってトーマ夫婦との関係に悪い意味で変化が訪れた日のこと。心に誓っていた時がようやく巡ってきたのだ。そんな私の心境を知ってか知らずか、ユキさんが陰湿な笑みをさらに深くしながら告げる。というわけなんです、お母さん。これからは家族水入らずで暮らすので、用済み家政婦は出て行ってもらえますか？ああ、まさか向こうから言ってくれるなんて。余計な手間をかけずに済んだと思わず口元が緩みそうになるのを必死でこらえた。いいわよ。もうあなたたちと無理して同居する理由なんてなくなりましたからね。てっきり私がごねたり怒ったりすると思っていたのだろう。あっさりと引き下がった態度にトーマもユキさんも面食らい、言葉を失った。ああ、いい表情だ。これだけでわずかではあれど留飲が下がるというもの。いいのかよ、おふくろ。ここ出て行って行くあてはあるのか？出てけと言ったり心配したり、この矛盾する性格は一体誰に似たのだろうか。行くあてはありません。ですが、先ほど言った通り、あなたたちと無理して同居する理由はなくなりました。あなたたちが散々盾にしていたかなとくんがきちんと独り立ちできたんです。なら、こんな家に住み続けるのはこちらから願い下げというもの。新しい住居はこれからどうとでもなります。あなたたちが心配する必要はありません。これで話は終わりだと立ち上がる。心は年がいもなくワクワクとしている。ようやくこの腹立たしい日常から解放されるのだ。先が見えないという不安がないわけではないが、きっとなんとかなるだろう。今までそれこそお父さんの在宅介護を決めた時からそうだったのだから。そんな時だった。おばあちゃんが出ていく必要はないよ。出てくのはお父さん、母さん、あんたら二人だ。凛とした声がリビングに響く。弾かれたように全員の視線が入り口へと向いた。そこにはいつの間にか帰ってきたのか、かなとくんの姿があった。かなと？いつの間に帰ってきてたの？つうかかなと、親に向かってなんだ、
あんたらとは口の利き方がなってねえんじゃねえのか。ユキさんは突然の息子の登場に戸惑いを隠せず、トームは怒りでそれを隠した。私はというと、ただ呆然と彼が告げた言葉を噛み砕くことしかできなかった。帰ってきたのは今さっき、あんたらがおばあちゃんに用なしは出てけって言ったあたりからだよ。さっきも言ったけど、出ていくのはあんたら二人だ。それに、親に向かって、親らしいことを今までしてこなかったくせに、今になって両親面なんて恥ずかしくないの？これにはトーマも二の句が告げなかった。黙り込む息子に代わり、ユキさんが今度は反論する。けどカナト、この人は赤の他人なのよ。あんたとは血がつながってないのよ。どうしてそんな他人をかばうの？母さんを見捨てるの？私を脅した時のように嘘泣きをしだすユキさん。だが、カナト君には通用しなかった。今度は血に訴えるのか。本当に我が親ながら恥ずかしい。さっきも言ったけど、親らしいこと、僕に一度でもしてくれた？休みの日に遊んだり、面白い話を聞かせてくれたり、あったかい手料理を作ってくれたりした？僕が寂しい時、そばにいてくれた？今度はユキさんも言葉を詰まらせる。そこをカナト君が畳みかけた。いいや、何もしてくれなかったよね。実母なのに、血のつながった母親なのに、僕をほっといてお父さんといつも遊びほうけていただけだった。けどおばあちゃんとおじいちゃんは違う。いつもあったかくておいしい料理を食べさせてくれた。おじいちゃんは寝たきりだったけれど、いつも面白い話を聞かせてくれた。いつも自分が開発したおもちゃの話を面白おかしく聞かせてくれたんだ。血はつながってないのに、二人とも僕を本当の孫みたいに可愛がってくれた。血はつながってるけど何もしてくれなかった親と、血はつながってないけど優しく接してくれた祖父母。僕がどっちに味方するかなんて火を見るより明らかだと思うけど。だがなあカナト、これ以上まだ何か言うようだったら裁判で争う？多分そっちが先に資金不足になって困ることになると思うけど。さあどうする？そう言い募るカナト君に、トーマたちはその時ばかりはしぶしぶうなずくしかなかったようで、数日後、カナト君夫婦が転居するのと入れ替わるようにして、トーマ夫婦はこの家を出て行ったのだった。さて、ここでカナト君が無事パパになって、めでたしめでたしとなればよかったのだけれど、そう簡単に物事は運ばなかった。トーマ夫婦が出て行ってさらに数日後、私に頼りきりだったツケが回ったのか、生活に困った息子たちが迷惑行為に出たのだ。具体的には家の前で暴言を吐いたり居座ったりといったものだった。ちょうどカナト君は仕事、私は買い出しで留守にしていて、その時一人留守番をしてくれていた身重のお嫁さんはさぞ不安だったに違いない。だが迷惑夫婦はすぐに近所の人から通報を受けた警察官に逮捕され、前科者となった。お嫁さんやお腹の子供に悪影響が出ないかと、その話があった時は正直気が気でなかった。もし万が一のことがあったら、腹を詰めて詫びることすら本気で考えたほど。しかし幸運にもその後の経過は順調で、お嫁さんも無事に母親になることができた。私の息子が一度とはいえ迷惑行為で怖い思いをさせたにもかかわらず、彼女もまたカナト君同様、あの一件以降も本当のおばあちゃんのように接してくれた。それがひ孫の誕生と同じくらい私には嬉しかった。ある日、穏やかに眠る我が子を見つめながら、カナト君がこんなことを言った。
この子を見ているとおじいちゃんのことを思い出すんだ。おじいちゃんの？こんなことを言っては申し訳ないが、お父さんとひ孫は当たり前ではあるが全く似ていない。ならどうしてだろうか。自分の子供のためにも、昔の僕みたいに毎日の楽しみがない子供のためにも、おじいちゃんみたいに面白くてかっこいいおもちゃをたくさん作りたい。そんな気持ちになるんだ。作りたいって思うだけじゃダメだ。僕はおじいちゃんみたいに面白くてかっこいいおもちゃをたくさん作る。いや、絶対作ってみせる。そう決意を固める孫の姿は、どこか昔の明郎さんに重なって、こうやって人の思いは受け継がれていくのね。血のつながりなんて関係ない。あの日、かなとくんが言った言葉を改めて私は噛みしめたのだった。